リリスさんっていい妹さんですね。家にいる時はいつも面倒かけて怒られてばっかりだけどね。それでもいいんですよ。お互いをとても信頼し合っているのがよくわかりました。そう言ってもらえると嬉しいよ。よし、家族のためにも頑張らなくちゃ。ディムロスは俺と別れていた間何をしていたんだ？他のソーディアンがいない間は機能を停止していた。どうせ話せる相手もいないしな。俺よりマシな人間を見つけたら乗り換えるとか言ってなかったか？あれは別れるのが寂しいと言えなくてひねった口を聞いておっただけじゃよ。余計なちゃちゃは控えてもらおうか、ロー。考えてみると私とスタンさん二人で旅するのって初めてですね。そうだね。なんだか新鮮な気分だよ。これってまるで名コンビって感じかな。はい、そうですね。あれフィリア、おい、ノイシュタットか。イレーヌさん元気かな？スタンさん、イレーヌさんのことそんなに気になるんですか？そりゃね、勝負だってしてるし久しぶりに会いたいな。はあ。あれフィリア、おい。王様に会いに行く前にウッドローさんに会いに行こう。ノイシュタットから船に乗らないとな。ノイシュタットはリーネの村の南東ですね。面倒だけど歩いていくしかない。頑張ろう。マリーさんとダリスさん素敵でしたね。私はこの剣に誓うかっこよかったな。私も素敵な男性とあんな風に固めの儀式を交わしてみたいものですわ。何を言ってるんですか、クレメンテ。ほんのちょいとフィリアの心を代弁してやっただけじゃ。そんなことはありません。私は神に仕える身なのですから。なんでそんなに動揺してるんだ？コングマンさん、その格好で本当に寒くはありませんか？俺様の心配をしてくださるとは感激の極みです。心配っていうより素朴な疑問なんだけどね。俺様はチャンピオン、平気です。鋼の筋肉をまとったこの肉体、寒さなどブレーキシャンポンチキショー。忙しい男だな。ウッドロー、これからよろしくな。俺様はコングマンだ。こちらこそ。ウッドローが王様なら俺様はチャンピオンだ。似たようなもんだな。似てません。さて張り切っていきますか。ルーティー、機嫌良さそうだな。みんなと会えるのがそんなに嬉しいのか？その答えじゃ丸は半分ね。さすがこのソーディアにしてこのマスターありかしら。我を引き合いに出すのはやめてもらおう。私の感情を勝手に解説するのもね。この間変な夢見てさ、私が2人の子の面倒見てるの。1人は銀髪でやたら女の子好きでさ、もう1人は金髪でとにかく元気で。案外正夢になるかもしれんぞ。まさかね。あのさコング、その格好で出歩いて何とも思わないの？裸みたいなものじゃない。俺様はチャンピオンだからな。常に強さをアピールしなきゃならねえ。チャンピオンは大変なんですね。まあ俺様以外にチャンピオンの生き様は貫けねえだろうな。私なら恥ずかしくて貫けないけどね。あのさ、ルーティーの夢ってなんだ？可愛いお嫁さんになること。何絶句してんのよディムロス。まあ冗談に決まってるんだけど。そうか、夢が叶うといいな。普通に信じられているみたいよ。アトアイトさんってどういった方なんですか？そうね。ちょっと上のお姉さんって感じ？頼りになりますか？
それが肝が据わってなくてね、仕事に対してすぐ及び腰になるのよ。あなたが法を犯さないようにしてるの。黙ってると何をするかわからないからよ。そろそろ切り頃かな。何が切り頃なんですか？ほら、髪の毛が伸びてきてさ。そう？前と大して変わらないんじゃない？そんなことないって。ほら、この横のあたりが。全然わかりません。レンズ発見！よくあんなに遠くにあるレンズに気がつきましたね。確かに私にはまるで見えなかった。なルーティ、もうお金いらなくなったんじゃ。条件反射というか、つい体が動くのよ。便利でいいですね。無理にフォローしなくてもいいのよ。私たちもできる限りのことをしてソーディアンマスターたちに協力しよう。わかってます。ウッドロー様は私が必ずお守りしてみせます。フィリアさんは俺様に任せろ。お前たち他の者のこともちゃんと気にかけてやれ。記憶の戻った今のマリーが言ってみれば本物のマリーなのよね。今のマリーさん、凛々しいですよね。前とは印象が違いますわ。昔は意味もなくぼーっとしたり変なものに興味持ったりしてたのに。ルーティ、何か悩みでもあるのか？私でよければ相談に乗るぞ。ありがとう。気遣いの細やかさは前も今も一緒なのよね。そういうところは変わってないわ。ダリスさんが元気そうでよかったよ。マリーさんも幸せそうでしたね。マリーさんがいてくれれば心強いけど無理は言えないな。マリーさんにとってはダリスさんのことが一番大切なんだし。そうですね。よし、それじゃあ俺たちはハイデルベルグへ行こう。ウッドローさんに会わなくちゃ。神の目が再び盗まれたらしい。ダリルシェイドへ行ってセインガルド国王陛下にお話を伺おう。せめて飛行竜があればダリルシェードまですぐだったのに。どうしようもないわよルーティ。クレスタから山を迂回しつつ西へ向かうしかないわね。ルーティさんは今回のリオンさんの件どう考えますか？私はスタンさんの言うように何か事情があると信じたい気もしますが。情報が少なすぎて何とも言えないわね。ただ一つ確実なことは気を引き締めないとまずいってこと。本当にあいつと戦うことになったら本気を出さないとこっちがやられる。そうですね。こんだけの工場を捨てしまうなんて、オベロン社ってのは贅沢な会社だな。閉鎖したと見せかけて隠れ蓑にしていたのかもしれないが。今回のことに備えてですか？ずいぶん用意周到なんですね。やっぱりオベロン社は虫が好かねえぜ。これから会いに行くリトラーってどんなやつなんだ？豊富な知識と確かな判断能力、抜群の指導力を持った人物だ。そう聞くと完璧な人ですね。地上軍の面々はくせ者揃いじゃからの。よほどのものでないと指令は務まないよ。頼もしいな。早く会いに行こう。リオン君があんなことになるとは。リオンさん、マリアンさんって人のこと本当に大切に思ってたんですね。そんなリオンさんの気持ちにつけ込むなんてひどすぎます。動揺するなと言っても無理か。こんな時こそ年長者たる私がしっかりしなければ。リオンは命を懸けて罪を償った。だから俺様はあいつを責めたりしねえぜ。私は許さない。リオンのやったことは最低だ。なんで？ずいぶん厳しいじゃねえか。私たちを最後に助けてくれたのは事実だし感謝もするが、あんな形で別れるのは反則だ。残された者の気持ちはどうしてくれる？このままではルーティがあまりに。ルーティさんがどうかしたんですか？いや、なんでもない。
シャルティエがついていながらなぜこんなことになってしまったのだ。彼はソーディアンとしての使命よりリオンのパートナーたることを選んだのね。あまりに人間臭い行動じゃ。愚かなことをと切り捨てるのは簡単じゃが。そうはできない何かを感じますね。今回の件はソーディアンの本質的な問題をはらんでいる気がします。私たちは人間なのかそうでないのか。あのバカが。さて、さっさと頼まれ物を取ってきましょうかね。ああ、R キーを手に入れてラディスローを浮上させるんだ。ダイクロフトへ乗り込んでリオンの仇を絶対に取ってやる。そうね。ルーティ、どうした？なんでもないなんでもない。さあ、ちゃっちゃと行くわよ。まず一人、何ですかいきなり。二人消え、三人消え、いつしか誰もいなくなる。どうで俺様の階段はなかなかのもんだろ。チェルシーが怖がったのは話でなくお前自身だと思うぞ。 R キーってのは随分厳重に守られているんだな。不用意に誰かの手に渡ってラディスローを悪用されては困るからな。俺たちが神の目を封印する時もこれくらいやっておけば。我もそれは考えた。だが今の技術では不可能だったのだ。そうか。なあ、コングマンにも夢ってあるのか？ああ、もちろんよ。永遠のチャンピオン、それが俺様の夢だ。なるほど。なんだって俺様はチャンピオンでガキどもの夢でもあるからな。無様に負けるわけにはいかねえのさ。立派なんだな。見直したよ。R キーは神殿の一番奥にあるはずだ。急いで取りに行くぞ。 R キがあればラディスローを浮上させられるんですよね。やってやる。リオンの仇を取って神の目も取り戻してやる。何としても。